ごく久々かなと思います。お久しぶりです。ちょっといろいろありましてですね、 YouTube の更新を半年くらいお休みしておりました。その理由などについて今日話す動画を撮りたいなと思っているので、最近の毎日メイクをしながら雑談をねいっぱいしていきたいなと思います。ありがたいことにね DM で心配してくださってる方がいたり、 YouTube の更新まだですかって待ってくださってる方がいたり、すごく私は周りに恵まれてるなと思ったんですけど、更新がかなり遅くなって申し訳ありません。詳しくはメイクをしながら喋っていくので、早速ですけども動画を始めていきたいと思います。スタート。まずはメイクプレムのヒアルウォーターフィットサンクリームを塗っていきます。結構最近私は下地とかスキンケアにこだわっていて、やっぱり冬になってくるので乾燥しないツヤ肌になるようなものをメインで使ってます。これも大好きすぎて今3本目愛用中です。次にフィンのスパグロー UV トーンアップベースを塗っていきます。最近これ SNS ですっごい話題だと思うんですけど、めっちゃいいですよ。しっかり仕込んでおくと冬も乾燥知らずでツヤ肌が作れちゃいます。ところでなんで半年ぐらい YouTube の更新がなかったのかっていう話をちょっとずつねしていこうと思うんですけど、すごく簡単に言うと全て恋愛のせいです私昔からなんですけどめちゃくちゃ恋愛体質で、恋愛がうまくいっていなかったりすると何もかも手につかなくなるタイプなんですね。なので一言で言うと恋愛がうまくいっていなかったからなんですけど、何があったのかとかも少しね話せるところまで話してみたいと思います。っていうのは一旦置いといて、肌ツヤンツヤンってめっちゃ綺麗じゃないですか。次にウェイクメイクのウォーターグローコーティングバームを塗っていきます。今まで結構23号とかの暗めのカラーを塗ってたんだけど、最近は21号くらいのカラーを使ってみることにしたんですけど、これが2番のカラーでバニラアイボリーなんですけど、これ使うとちょっと明るく見えて綺麗だなって最近思ってるのでこれを使ってます。見て、底見えしそうなくらいもう本当に愛用してます。これ大好き。肌がツヤンツヤンチュルチュルになるので、ツヤ肌大好きミーは絶対おすすめです。21号くらいになってて明るいので薄くだけ塗っていきます。それで何があったってところなんだけど、4年付き合ってた彼氏と別れました。別れを切り出したのは正直私なんですね。すごく優しくて結構完璧に近い彼だったんですけど、どうしても結婚が見えなかったんですよ。彼が結婚願望がないとかじゃなくて、このまま結婚したらちょっと私が辛くなるだろうなっていうのがちょっと1個だけあって、今まで付き合ってる時も何回も話し合いをしてたんだけど、それでも話し合いで解決できるような内容じゃなかったのね。だから別れようって言って別れました悲しいけど私は結婚したいのでやっぱりもうしょうがないのかなっていう部分にはなっています。ちょっと首の方まで広げます。次はエチュードのダブルレスティングアーティストコンシーラーパレットを塗っていきます。顎のところにニキビができてるのでこれを隠しちゃいます。ここら辺のなんか赤いのもちょっと隠します。次にバニラ粉のパウダーを塗っていきます。その原因っていうのが正直ちょっとナイーブな部分なので、何かっていうのをはっきり言うことができなくて申し訳ないんですけど、お互い好きだし性格も合うしすごくいいなってお互いには思ってるんだけど、どうしても結婚という一歩は踏み出せないのね。だからそれが原因でお別れしたという流れになっています。次にエスプアのペンシルで眉毛を描いていきます。別れたんですけどちょっと関係が複雑っていうか特殊なんですけど、私たち本当に円満別れなんですよ。なので別れたからといって連絡を全く取らなくなったりしてるわけじゃないっていう、本当に結構特殊な感じだと思います。うちお家に結構問題があって、なんか知ってる人もいるかもしれないんですけど4回ぐらい浸水したんですよ。なのでそのお家に関する問題とかが出た時はやっぱり私頼る人がその彼しかいないんですね。なのでその彼に連絡してこういうことがあってさどうしたらいいかなとか、大家さんとお話ししてくれたりっていうのをしてくれてるし、そういう意味ではやっぱり韓国にいるお父さんみたいな気持ちが結構強いのかなって思います。そのくらいちょっと安心できる頼れる人は彼しかいないのかなって今の段階では思ってます。次にキャンメイクのコンシーラーブローマスカラを使っていきます。眉毛の眉頭のところに塗ってきます。もちろんさ、新しい彼氏とかができたらその彼氏を頼ることになるから元彼と連絡することは多分なくなると思うけど、そういうなんかトラブルがあった時とかは連絡をできるような関係で終わっているので結構円満かなって思いますね。上からキスミーの眉マスカラを塗っていきます。
簡単に言えば本当にそれが原因で YouTube の更新ができていなかったです。ごめんなさい。先にちょっとチークを塗っちゃいます。チークはデイジークのブレンディングムードチークを塗っていきます。13番のカラーです。この2つの色を混ぜてチーク塗っていきます。チークの位置も個人的にちょっと変えたんですけど、ここら辺に収まるくらいで塗るようにしてます。あんまり幅広くとか縦に長く塗らないようにしています。目の下にポンポンポンと塗る感じ。そしてその間何して過ごしてたのってところになってくると思うんですけど、最初の方は廃人みたいな生活してましたね。なんかずっとベッドにいるとやっぱり病むじゃないですか。ダメって分かってるけど、なんか行動する気力が全く出てこないんですよ。上にちょっとこの色を足していきます。なのでどうしようもなくって言ったらあれですけど、そんな感じで過ごしてたらもうあっという間にもう月日が流れていて、これじゃダメだなと思って始めたのがピラティス。次にデイジークのムードシャドウパレットを使っていきます。6番のカラーです。薄い色を結構使い切っちゃって、今はこれとこれを混ぜて使っています。この2つを混ぜてアイホールに塗ります。ピラティスもやっぱり自分の姿勢を改善したいっていうのがもちろん一番ではあったんだけど、何か運動とかに集中して、見返したいではないけど、もっと素敵な女性になりたいなって思い始めたのが始めたきっかけにはなっていて、なんだかんだでピラティスも35回ぐらい通ったので結構続いてるなと思ってます。でもやっぱり高いお金払って行ってるので、その後もずっと継続したいなと思っている運動です。次にここの色を塗っていきます。ストーリーとかにも結構今日運動終わったよみたいな感じでピルワンって言ってね載せてるんですけど、それも自分がこんだけ頑張っているよっていうのを、自分が見返した時に私頑張ってるなって思えるようにね載せてるっていうのもあるんですけど、姿勢の変化とかもやっぱり目に見えるのでそれが楽しいかなと思いますね。次にこの色を筆に取っていきます。シェーディングですね。シェーディングを塗っちゃいます。今はピラティスしかしてないけど PT とかも通って運動してもうちょっとボディライン綺麗にできたらなーなんて思ってます。ピラティスをしたり、あとは他の趣味を作ってみるようにしてみたり、ちょっと私は一人であんまり楽しく遊べるタイプじゃないんですよ。誰かと一緒にするのが好きなので、一人でいるのが結構苦手で、だからこそ彼氏とかがいないと一緒にする人がいないからちょっと寂しいなって思っちゃうようなタイプなんですけど、それって本当良くないなって思ってて、次にトゥークールフォースクールのアンダーライナーを塗っていきます。だからダイヤモンドアートとかも前から気になってたから、ダイヤモンドアートのキットをクーパンで買ってみてやってみたりしたんですけど、残念ながら全然続かなかったです。もう一回さっきのパレットに戻ってこの一番濃いカラーを取ります。で涙袋に線を引きます。だから一人でいろいろ行動できる人って本当にかっこいいなって思います。ちょっと来年の抱負は一人で行動できることにしたいですね。次にノベブのアンダーアイマスターで後ろのコンシーラーの方を使って涙袋のところを塗っていきます。あとはいろんな人とできるだけ会うようにして過ごしたり、結構自分なりの努力はして本当にやっと最近ちょっと落ち着いてきたというか、まだやっぱり私は恋愛体質なので寂しいっていう気持ちはあるけど、やっとちょっと YouTube でも撮ってみるかなっていう気持ちになれたり、SNS 頑張ろうかなっていう気持ちになれたり、ちょっと前向きに動けるようになってきたかなと思います。でもやっぱりこの波もちょっとまだ激しいから安定するまでには時間がかかりそうだけど、少しでも気持ちが向いた時にこうやってねカメラの前で話しながら撮ったら、みんなとも交流できるしいいかななんて今のところは思ってます。次にトゥークールフォースクールのアートリストプロタージュペンシル2号を塗っていきます。涙袋のこの今ぷっくりさせたところ上から塗ります。やっぱり職場で仕事をしていないじゃないですか。出勤みたいな形で仕事をしていないので、どうしても出会いがないんですよね。出会いの場ってどこにあるんですかね。次に涙袋はホリカホリカのこのグリッターを塗っていきます。もう全然中身がないです。彼氏と別れて気になるなっていう人はちょこちょこいたんですけど、付き合ったりは特になかったです。当たり前だけど、これは素敵だけどあれはなーみたいな部分が人ってどうしてもあるじゃないですか。そこをまだちょっと妥協しきれなくて、この人だみたいな人がまだいないですね。今年はだからクリスマスはソロかなと思っています。街出るたびカップルばっかりだけのものが絶対
焼いちゃうよね次にアイラインはラブライナーを塗っていきます。私は結構結婚願望も強いから早く素敵な人に出会って結婚したいです。なんか最近いい夫婦の日があったから、その日にインスタの友達とかで入籍してる人がもう3人ぐらいいていいなーってすごい思いましたね。次にこちらのブラックセラムを塗っていきます。最近はそんな感じで過ごしておりました。ちょこちょこ DM で YouTube 見たいですって言ってくれる方がいたので、最近の近況とかもちょっと話してみながら毎日メイクを撮ってみたんですけど、私結構気に入ったら同じコスメしか使わないので、前に出ている動画とちょっと似てるかなと思いますけど、少しずつその中でも、自分なりにこだわりで変えてみたりしている部分もあるので、今回はちょっとおしゃべりメインにはなってますけど、楽しく見てくれたら嬉しいです。メイクも結構終盤に入ってきました。次にフィーのハイライトを塗っていきます。これはピンクのカラーなので、頬のこの上のトップのところだけにポンポンって塗ってます。そしてリリーバイレットのハイライトを塗っていきます。これは白いビームするようなハイライトになってるので、鼻先とこの鼻の真ん中、あとは顎のこの真ん中、下じゃなくてここ真ん中、唇の下ら辺に塗るようにしてます。あとはもうリップを塗ったら完成です。最近のお気に入りのリップはこちらの組み合わせになっています。もうこれがすっごい可愛いです。ヒンスの17番のリップも全然なくて、めっちゃこうやって出さないと色が出ないんですけど、こんな感じ。イエベ春の方がすごく似合うようなピーチカラーになってます。この上からフィーのバニラ 70% のカラーをのせるとすっごい可愛いんですよ。全体のせるんじゃなくて、唇のこの下の部分と上の部分にだけちょっとだけ塗ってあげると、ご飯を食べてもベトベトしないし、ツヤが長持ちするのでおすすめです。そんなこんなで最近のデイリーメイクは完成です。そしたら髪の毛をセットしていきたいと思います。はい、ということで今髪の毛をセッティングしてきました。今回かなり雑談メイクになっちゃったんですけども、これが私の最近のデイリーメイクになっています。髪型も最近ここをちょっとふわふわさせるのにハマっていて、わざとね左から右に持ってきたりしてるんだけど、少しねこういうのでお姉さん感が増すような感じでスタイリングをしてみました。実はねこれまだ載せるか全くわからないんだけど、3月に撮ったメイクの動画がね1個あるんですね。で自分も何を喋ってるかわからないんだけど、病む前に編集をもう8割9割くらい終わらせた状態のものがあるから、この動画の次にそれを載せてメイクの動画だったり Vlog を上げれたらいいなと思っています。 YouTube にはあんまり私が登場してこないかもしれないんですけど、インスタの方には結構毎日いるので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョン。